はいどうも、ともさです。前回動画はパラグアイ、ブラジル、アルゼンチンの3カ国国境の街に滞在。動画終盤はヒッチハイクでブラジルにある入場無料の穴場時を紹介。今回はブラジルにあるビッグシティサンパウロに上陸。3日間でどれだけ回れる？いろいろバランスよく見せるよ。サンパウロとにかく広い。ありがとうありがとうございます。みかんとかりんごだったらわかるけど、柿かじりながらヒッチハイクしてるやつ世界中探してもあんまりおらんよな。ノスチェガモサンパウロムイトモンありがとうありがとうありがとう。やばいワールドカップのブラジル日本戦をブラジルでブラジル人たちと見てちょっとね気まずい思いしました。どうもともさえチャンネルです。さあね、ブラジルサンパウロにやってきました。サンパウロ超大都市です。南半球屈指の大都市サンパウロにはさあ何があるのかっていう感じの動画ですね。今日からね3泊4日滞在して3泊4日で見せれるほどいろんなところに行って見せたいとね思っています。でね、とりあえずねみんな言ってるんですけど、ひったくりが本当にね多いらしいんですよ。サンパウロって強盗とかもあるかもしれんけど、強盗とかより本当にひったくりとかが多いんで、こんなね動画撮影しながら歩いたら完全にね狙われる元なんでね、普通に歩道までねバイクとか自転車が乗り上げてきてパッて撮っていくみたいな、そういうのがあるんでね、ちょっとね警戒しながらね歩いていきたいと思ってます。なるべくね壁側を歩くことによって四方の警戒をね三方に減らすことができます。今ね壁側歩けてない。やばい完全に取られるパッて取られるパターン、ほんまに気をつけなあかん。メキシコでお世話になったコンビニエンスストアオクソもブラジルではサッカー仕様ですね。あとブラジルにはリベルタージっていう世界最大の日本人街っていうのもあるんですよ。で結構ねサンパウロには日系人もたくさんいて、街を歩いてたらちらほらと日本人っぽい顔のね人もね見かけることはありますね。ウォールアートがね綺麗っていうところを知って見に来たんですけど、もうだいたいこの辺りからウォールアートいっぱいありますね。やばいウォールマートじゃないやんこれ、それ以上よ。黒ひげ海賊団にいる彼のロゴですね。ベコドバットマンみたいな感じの名前の通りで、平日はね結構ねのんびりしているような感じの雰囲気ですが、それにしてもね色とりどりいろんなものがね壁に描かれてある。おしゃれすぎるわ。ちなみにこの周りでお酒を飲むことができる場所とかもたくさんあって、ブラジルが誇るカイピリーニャは32レアル、こんな感じかな。すごいなこのバス停の雰囲気よ。一応オニブスってね書いてるんでねバス停ですね。私はラテンアメリカの女よ。アフリカの雰囲気もあっていいですね。この波のグラデーションかっけー。こういう道見たらなんかゾクゾクしますね。上に登ったらなんかファベーラに続くぞみたいな感じのね雰囲気の。やっぱ相変わらず周りのファーナーの匂いがプンプンしますわ。本当にヒッピーの方々がね好みそうなアート街っていう感じの場所かな。だいたいこれ30レアルらしいですね。30レアルでネックレスねちらっと聞いたらスチールの素材で150みたいな感じで言ってましたわ。ラテンアメリカでちょいちょい見かける日本のねアニメの落書きとかは一切ない感じ。これもこれでまた珍しいな。3泊4日のサンパウロの動画を一つのね動画にねぶち込むってなると結構ね動画の時間もね長くなるんでね、なるべくね動画の時間ね短くしたいんで、サクサクっとね動画撮影していきますよ。キャベツのみじん切りのようにサクサクっとね、ビックリマンチョコのようにサクサクっとね、ウエハースのようにサクサクっとね。世界のこんなところにモナリザシリーズ。八百屋さんの試食でエネルギー回復。人生で一番本当に黄色と緑のねカラーを見てる気がする今日。ちなみにまた強盗の話なんですけど、ひったくりも携帯出してロックを解除したタイミングでひったくりをしてくるらしいですよ。
あと強盗は基本的に2人の時もあるけど3人以上で襲いかかってくるみたいです。強盗でね iPhone 取られた後に iPhone の暗証ナンバー家みたいな感じで脅されてロック解除させられて取られるっていうパターン。 iPhone とかは結構狙われるみたいなんですよ。ブラジルはなんか世界一 iPhone が高いみたいな感じの話もあって、まあ気をつけた方がいいです。美術界の三大大物といえばメキシコのフリーダ・カーロ、日本の草間彌生、そしてブラジルの富江大竹だよね。すごい、こんだけ離れてるのに霊気がすごい。入ってみましょう。ということでね、無料で入館することができるんで富江大竹さんのね美術館にね入ってみたいと思います。早速踏んでいいかあかんかわからんやつ、でっかいアリの巣に見えてきた。すごい赤一色の部屋だ。これは何、大腸、人間の臓器か何かか、クラゲわからんな。芸術はやっぱり奥深い。ちなみに簡単に言ったら富江大竹さんは1913年から2015年ぐらいまで生きてブラジルにね帰化した人ですね。同志社大学卒で太平洋戦争とかの影響があって日本にね一時期ね戻れなくなったりとか、そういういろんなねエピソードがあるみたいです。なんかこういうの中学校の頃に習った気がするな。象形文字だったかな。これは土器かな。皆さん土器を見てどう感じますか？僕はドキドキします。なんかこれね遠目から見たら普通のなんかまあどこにでもある絵やなと思うけど、近くで見たらすごいね繊細、ほんまに素材といい色使いといいほんまに繊細。ほんで下にねこうやって線が引かれてあってね、ダーツ投げる時みたいな感じになってますわ。こうやって足をこういう風にしてできる限りなんかもう線からはみ出さんようにする、もうダーツする時みたい。これ以上近づくなよ、1センチでもはみ出すなよっていう従業員さんの圧がねすごく感じられた。なんかちょっとエロチックな映像を見せられてる。マジでこれはちょっと新しいな。これとか普通のね絵に見えるけど人の体に墨を塗って絵にしてるみたいな。女の子のね体にあれ髪の毛でしょ。だってこっちとかもこれとかだってもろおっぱいやん、おっぱいこの辺とか腰回りかな、女性の体に多分墨を塗って作品を作ってるような感じ。こんな感じの癒される空間とかもあるよ。うわくっつきたね。お金持ちの人とかはこういうの写真撮っといて気に入ったら日本帰った時にこの柄でオーダーメイドでちょっと着物作りたいですみたいな感じで着物とか作ったらどうですか？ペルーのアヤワスカをなんとなく思い出させるような部屋や。すごいな。アヤワスカの原料ちゃうか知らんけど、まあ、ポルトガル語ねあんまりわからないんで感覚でね感じるタイプです。芸術は感覚で感じ取ろう。まあいい感じだった、欲を言えばフリー Wi-Fi がない冷水器がないっていうのがちょっとねマイナスポイント。ちなみに話なんですけどブラジルまさかの金閣寺あるんですよ。金閣寺だけじゃなくブラジル大神宮とかもあって、うわちょっと面白いなと思ったけどブラジル金閣寺結構遠くて大阪から京都の金閣寺に行くくらいハードルが高い。それをネット環境がなくて言語が通じないブラジルで行きたいかどうかって言われたらちょっとしんどいよな。まあシンプルかつこじんまりしてるということで有名なブラジルの教会ちょっと見に来ました。名前はノッサ・セニョーラ・ド・ブラジールっていう教会。ノッサ・セニョーラ・ド・ブラジール、ちなみにノッサが驚いた時にワオとか言うじゃないですか。ノッサみたいなそういう意味で、セニョーラがまあ言ったら女性、ちょっと年上の女性のことをセニョーラって言います。ワオ女性教会。派手な服装とかは厳禁やけど撮影はまあ OK みたいですね。まあ行ってみましょうか。内部こんな感じ。結構綺麗な感じやな。ゴージャス。まあいろんな部屋があるタイプの教会ですね。絵画もなかなか素晴らしい。この教会のね感想を分かりやすく3文字で表すとしたら、すごいとか綺麗とかじゃなくてノッサですね。坂結構多いな。
これはほんまに意外だった。車で知らんかった。まあこのエクアドルのキトとかボリビアのラパスほどではないけど、まあなんか登ったり降りたりするところがちらほらあるかなって感じ。なんかちょっと海遊館を思い出したぞ。ダルマ、せっかくなんで入ってみますか。いらっしゃいませって書いてるし。おー、デジモン、ポケモン、遊戯王いいね、ドラゴンボールいいね、サスケからのまさかのデイダラ。デイダラ選ぶ？アサヒとかはわかるけど、海外で初めて見たこのねクラフトビールのシリーズ。しかもねこれ55って言ったら1500円超えるんやけど、おにぎり17は誰も買わんって。これ教えてあげた方がいいやつ？マジで言ってる？このだるまの店まさかのフロア4まである。いやしんどいよ、さすがに。まあアジアの食料品を求めてる方はここ来たらいいんじゃないでしょうか。まあリベルタージ来てもね結構手に入るとは思うけど、このねだるまっていう店も結構ねいろんな食品置いてますね。雪の宿1000円超え。いやコアラのマーチマンゴー味は興味深いよ。マクドナルドでさえもブラジルカラー。サンパウロ美術館でけーってことで入ってみようかな。ちなみにこのサンパウロ美術館ブラジル国内の中でもかなりでかいんですよ。で火曜日と金曜日が入場無料です。今日は木曜日ってことで退散。現在2時過ぎ。さあねお腹も減ったんでねたくさん歩いたし飯の時間。アルゼンチンといえば飯、ブラジルといえば飯。おい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 、日本がないやんけ。これが敗戦国に対する仕打ちか。日本がないぞ。まあもちろんブラジルはあるよね。日本がないぞ、本当に日本がない。まあ多分てっぺんに日本はあります。いやほんまにやった？ほんまにやった？まあねブラジル人がせっかくね教えてくれたねとこ行きますよ。インスタグラムのねリールとかも見せてくれて、ここええやんってなって。ブッフェなんですけど、53かな、53ブラジルレアルで食べ放題で美味しくて雰囲気もいいみたいな感じの場所。まあブラジルでもいろんなブッフェ行ったんですけど、この雰囲気からしたら確実に当たりですね。ブッフェなんで取り放題、野菜、肉、お寿司、いろんなものがありますね。いただきます。炭の香りがねちゃんとしてるザ肉って感じ。次こっちのねトロトロするタイプの方、うますぎる。こっちの方がうまい。日本のおでん屋さんのトロットロの牛すじ肉よりもうね2ランクぐらいトロットロしてる。もう柔らかさで言ったらその辺の力士のお腹よ。それぐらい柔らかいと思う多分。続いてお寿司、見た目こんなん。シシャも食べてるみたい。美味しくはないな。ワンドリンクサービスで43。2杯目はちょっとね炭水化物多めにいっちゃいました。バジル系のパスタあるしお米もあるし、これマンディオカなんでお芋とかも入ってますね。でねお寿司ねちょっとねもう1個食べたくなった。この雰囲気、ちくわの磯辺揚げ何かわからん。中身じゃがいも系ですね。悪くない。コロッケみたいな感じ。さすがに3杯目はねちょっと控えめにいくよ。まあなんか取ってしまうよなお寿司。美味しくないけどなんかよくわからんこの白いやつを食べてみます。ほんまに何かわからん。味はでもクリームシチューなんですよ。で食感は餅なんで雪見大福をクリームシチューの中につけたような感じの味。いや単勝すぎるやろ。はい、お次はこのいびつなんがいかんジャパンハウス、日本の家にお邪魔します。やっぱりここはね日本の家なんで、日本人のね人とねちょこちょこ会うわ。でね日本人特有のねどっちから話しかけるみたいなやつね。お前から話しかけろ。やばい日本人やけどなんちゃり書いてきてない。日本人なのに何がすごいかがマジわからん。これは知ってる。山口県のあれよな。行った
もう自分もねラテンアメリカ2年以上おるんでラテンアメリカのね人のね性格とかも分かるんで、こういうね職人気質なことは確実に日本の方が優れてるっていうのは分かるんですよ。まあそれにしてもこんな展示見ても正直僕ね職人じゃないんで分からないですね。おそらく日本酒のね試飲をさせてくれるんだろうけど、今飲んだらもうマジでね吐く、さっき食いすぎたんで肉全部吐いてまう。世界が終わるまではやばいやばいやばい、これ退屈すぎる。思った以上にガチな場所だった日本のアニメが好き、日本の文化が好きみたいなキャピキャピした感じで来るような場所じゃない。ちょっとねガチで真面目すぎる雰囲気な場所、日本が誇るね静止紙とかも結構いろいろね紹介とかされてあって、僕ね前職が紙関係の会社だったんですよ。まあそれにもかかわらず全く興味ないな今。紙見せられてもっていうとこですね。自分の髪の方が心配やわ。ちょっとこの辺上げてきとるし。ああでも約2年半ぶりのあったかい便座は大満足した。イケメンラーメン、僕つけ麺。おーまさかのすき家ですか。これがあるとは思わんかったな。泥川とブラジルを合体して泥が汁。そしてお次はパルケイビラプエラ公園にやってきました。まあサンパウロの中でもね一番でかいんじゃないかなっていうぐらいのでかさの公園ですね、イビラプエラ。なんかちょっと楽しそう。まあ公園内にはねアフリカ系ブラジルの博物館、まあこれか多分これか、があったり、プラネタリウムがあったり、敷地がとにかくでかいんで、まあいろんなものがあります。ちなみにこのアフリカ系の博物館は水曜日が入場無料なんで、もしね来たいなと思ったら水曜日に来るべし。ちょっと中入ってねお土産だけ見てるんですけど、ビールの栓抜きないって聞かれた時にあるよって言ってこれ持ってきたら絶対受けますよね。ハンターハンターのコルトピと納豆を足してに出会ったような感じやな。やべやべんな普通に寝よった。こんなブラジルの危険なサンパウロでバリバリ日本感じてるんですけれども、日本の反対側で日本感じてますけれども、ちょうどまあ入れたけどちょうど終わったわ、日本のパビリオン、日本館って書かれてますね。ちなみに今日木曜日なんですけど、木曜日が入場無料なんですよ。ここもう場所によってね、この曜日は入場無料、この曜日は入場無料みたいな、曜日によってね入場無料とかがあるんでね、美術館とかそういうね観光地ちょっとね行きたい人はインターネットとかで調べてから行った方がいいですよ。結構曜日によってほんまに入場無料、入場にお金がかかります。違ってくるんで。こんにちは、こんにちは、こんにちは。不審者みたいに思われてるかもしれん。京都みたいやな。おお、岸田さんじゃないですか。おめでとうございます。まさかの徳島県。ブラジルに貢献してる。皆さん知ってました？日本の反対側はブラジルって結構ね言われがちなんですけど、実際はブラジル東沖合の南大西洋上の海らしいですよ。もう足疲れたんで宿戻ります。で最後にブラジルの面積のことなんですけど、一応世界で5位、隣国アルゼンチンの約3倍、クック諸島の約3万6000倍、そして世界一小さいと言われるバチカン市国の約2000万倍。おはようございます。今日も京都でねちょっとね散策していきたいと思います。それにしてもね昨日人生初の体験してしまった。マジでちょっと久しぶりすぎてめちゃめちゃ歩くんが疲れて夜の7時半に寝た7時半やばすぎん。おかげで晩ご飯代浮いた。やべアホや、普通に荷物忘れたし最悪だる。やばいロッカーの鍵かけるのもね忘れてしまってる。昨日の夜早く寝すぎてもうちょっと忘れっぽいね体質になってしまってる。
シラちゃん。そして今日も今日とってね、行った国には注意しつつ、いろいろね紹介していきます。まずね、宿のねことからね紹介していきたいんですけど、ちょっと突っ込みどころが結構ある宿で、あんまりねおすすめはしませんけど、一応おすすめしておきます。ピニェイロっていう比較的ね治安の良さそうな場所にある安い宿で、朝ごはん付き1泊45ドル言われたんですよ。いやマジか、45かみたいな。実際なんかブッキング.comで見た時はもうちょっと安かったんですけど、日によってちょっと値段も変わるみたいで、とりあえず45だったらちょっと1泊だけみたいな感じで言って、で次の日見たら1泊40ドルに下がっとって、でもう3泊追加しました。1泊35から45ぐらいの値段で朝ごはん付きのドミトリールームです。人多すぎるにもかかわらずシャワールームが少ない、朝ごはんの量も少ない。ちょっとね人来てるんでね、ひったくりされそうなんで、ちょっと一回切ります。ブッフェ形式の朝飯なんですけど、ブッフェ言うても小さい皿にパン6枚ぐらいしか置かないんですよ。いや30人以上おるのにそんだけしかパン置かんかったら一瞬でなくなるってと思ったら、もう案の定なんですよ。パン置いた瞬間に誰かがパッて取ってパンなくなって、その繰り返し。ビュッフェの量じゃない、マジで。朝食ので朝ごはんのね時間もね7時半から8時半だったかな、短いし混雑するし、でキッチンも常に混雑してるんですよ。でキッチンとかはもう使えないと思っとった方がいいぐらい。それにしてもね、朝食ブッフェの飯食ってる時も、飯食ってないやつとか携帯いじってるやつとかがその周りとかで座ってて、飯食べたいやつが座れんし、キッチン使ってないやつがなんか流し台の前で携帯とかメガネなんかいじってるやつとかもったし、結構ね人がいっぱいおったらやっぱりいろんな人おるんすよ。なんか居心地悪かった。やっべ、もう1時間ぐらい歩いてる。ケンチ。ポルトガル語のケンチは日本語で熱いって意味です。ちなみに日本でお酒飲んで運転した時に警察に見つかってアルコールケンチって言われた時は、熱いお酒のことをって言ってもいいと思いますよ。1時間歩いて到着。サッカースタジアム。ブラジルといえばサッカーですよね。トモソーヤがピッチに立つよ。そこはネイマールとかじゃなくてメッシなんやな。トモソーヤがピッチに立ちました。ちなみにスタジアムとは別にサッカー博物館っていうのもあるんですよ。自分が行ったウルグアイみたいな感じですね。ウルグアイで自分ね結構な金額払ってサッカーミュージアム行きました。ベンチクワトロレアルスですね。ただほんまに行きたいなと思うと火曜日に行ってください。火曜日は無料ですということで、自分はね火曜日に行きたいなと思ってます。発見しました、日本のユニフォーム。ちなみに皆さん知ってました？このね3本足のカラスのマーク、ヤタガラスってね呼ばれているらしいです。日本を牛耳ってる裏天皇とか言われてて、やばい、サッカーめっちゃ詳しい日本人みたいに思われてガンガンサッカーのこと話しかけられた。よかった、ゴールキーパーの川口ぐらいは知っとってよかったわ。それぐらいの知識はあります。ブラジルといえばやっぱりサッカーってね、みんなが思うと思うんですよ、スポーツ。けどブラジルの国技って意外にもサッカーじゃないらしいですよ。サッカーじゃなくてカポエラみたいな、カポエラらしい。結構ねいろんな人にねカポエラ知ってる、やり方知ってるみたいなこと聞いたんですけど、みんなほぼほぼ知らんみたいな。知らん、やったことないみたいな。まあ日本でいう空手みたいな感じですよね。結構ね外国人からお前空手できるんかみたいな感じで聞かれるんですけど、いや日本人あんまり空手知らんよみたいな。それと同じ感じ、カポエラ。暇つぶしということで入ってみましょう。サンパウロのなんかね市街を見渡すことができる展望台みたいなのがあるって聞いたんでちょっと来たんですけど、めっちゃしょぼいっす。これが一応ねその景色みたいですね。こうやってね見てる人おるとね、何が嬉しくてこの景色を見てるんだろうって感じですよね。所要時間2分。めっちゃ懐かしいんやけど。それは道の真ん中すぎるって。
なかなかいいベッドじゃねえか。この辺はさすがに雰囲気あんまり良くない、夜に歩いたらもう確実にやられるな、この辺はもうね、匂いがね臭すぎる。人糞の匂いがねずっと続いてる感じ。明らか人気なくなってきた。こういうところで外国人旅行者はねさっとねやられるんですよね。ちょっとね気をつけんと、マジでひったくりも含めてね。ブラジル・サンパウロの記念館面白そうなので入ってみましょう。メモリアル・ダ・レシステンシア。入場無料です。そしてね、わけわからんポルトガル語、わけわからん。いや、思った以上に本格的で結構広いんですけど、正面のタイプに紙があるの初めてかもしれない。意外とこれは日本の上を行くか。はい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 、もうこういうのおもんないんよマジで。すげえラテンだな。なんかレゲエの音楽が鳴り始めた。んでもってね、結構雰囲気悪いこの辺なんでね、こっからはねもうノー動画でいきます。ノー動画見て、これ普通に靴も吊るされてあります。こんな感じの通りだよ。ホームレスもたくさんおるし。いや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 、建物に落書きありすぎやろ。やばいやばい、普通に大阪の梅田歩いてる気分マジで梅田の治安悪い版、梅田のボーイバージョン。まあまあまあ、こんな感じの雰囲気です。はい、今から阪急百貨店入るよっていう感じの気分ですね。エレベーターも日本のエレベーターと同じで全く来ん。なかなか来ない。もしかして女性専用エレベーターとかいうのある？周りが全員女性なのかな。それにしてもデパートのエレベーター歩き手動、なかなか奥深い。さあちゃちゃっと帰りましょう。三代目 JSOULBROTHERS の流星。こんな感じでね、宿戻ってきました。今日トータルで 23km 歩きました。サンパウロはね、やっぱり、ね、地下鉄に使うべしです。地下鉄使わなかったらトータルでね、23km に歩くことになりますね。でまあ夜道なんですけど、ところどころね雰囲気ねやっぱりね悪かったですけど、総合的に見てなんかねそんな殺伐とした感じの雰囲気はなかったかな。今にも銃で撃つそうナイフで撃きそうみたいな。まあ雰囲気で言うたら西成のアイリン地区の周りを初めて歩いた時のような気分。朝一しょっぱなから大胆すぎるやろホームレスくんこれは大胆すぎるって。いやこんなん許されるんか。はい、今日も京都でねやっていきたいと思います。実質今日が最終日。もうね昨日おとついとね歩き疲れて、今日はね足がねもうライフポイント1500ぐらいなんで、今日はね珍しくね地下鉄使ってみたいと思います。最後までね気を引き締めていきますよ。今日はね襲われた時のために護身用として武器をねちょっとね持参しています。卵爆弾、これを投げつけて犯人に命中した時に犯人のね顔が汚れるっていう。なんかごちゃ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 いろいろ書かれてるけど 5.4 レアルでした。難易度は低い。ふむふむ、なるほどね。オッケーオッケー。わ、これで分かったぞ。試してみます。おい楽勝。これは阪神タイガースが好きなのか。黒と黄色ベースのね地下鉄のホームですね。そしてここに座れっていうんかな、ベンチがない。セントロ到着。おお、やってますねやってますね。大都会ですね。観光地ですね。まあぶらりとちらりと見てみますか。略してぶらちらしますか。コスタリカっぽい。
テアトロムニシパルでサンパウロ市立劇場、これは外観だけ。それにしてもね、サンパウロの中でもトップ3に入るぐらい荘厳で綺麗な建物だと思います。なかなか緻密な作りですね。OK、entendí、obrigado。ここからだったら別にいいよって言ってくれて、ここだけなんか無料で入ることができるみたいですね。ちなみに土曜日だけなのかはちょっとわからないんですけど、12時半から2時半までは、無料で見学することができるからみたいな感じで、ちょっとね、係員の人が教えてくれました。このダブルな雰囲気、意味あるのか。おっと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 、なんなこれ、マジで梅田やんけ。あっちへ渡るためにはね、なんか上渡ったりね、地下通ったりね、せなあかん。マジ梅田。なんなこれ、くるくる回ってる梅田以上の梅田や。大都会すぎるって。もうね、この上登った瞬間にやられそう。治安悪そうやな、ほんま。はい、地上出た。俺の勝ちだ。警察も結構いてるわ、この周り。そして周辺の治安が悪いでおなじみの、ポケットから携帯やスマートフォン絶対に出すなと言われている場所、メトロポリタン大聖堂。なかなかに神々しいですね。ちなみにこの場所、カテドラルメトロポリターナはラテンアメリカでも最も名前が短いと言われる駅、西駅ちゃうよ、西駅、西ステーションって言おう。西駅登って徒歩1分ぐらいの場所にあります。ちなみに広場に関しては西広場って言われてますね。おせっせの西です。先ほどのサンパウロ市立劇場と並び、かなり荘厳な佇まい、そして存在感のでかさ、行くべしですね。今ちょうど中入ってきたんですけど、なんかね、言うほどそんなにね美しくはない。ただ天井がバカ高いですね。ということでね、日本語がちらほら見え出したので、リベルタージやってきましたね。ブラジルサンパウロ最大の見どころとしておなじみの日本人街リベルタージです。ちなみに1908年から日本人のね移住が始まって、現在では約ね160万人ぐらい日本人がいるみたいです。日本人言うてしまったけど、日系人えぐいんですけど、リベルタージのこの人気をえぐいです。土曜日の心斎橋筋商店街と同じぐらい混んでるわ。なかなかエネルギー高そうな T シャツ。今気がついたけど、今日あれですね、七夕祭り的な感じのイベントですね。とにかく人多すぎて庭園ののんびりした雰囲気ゼロ。見知らぬ人がかき揚げを分けてくれたんですけど、ちょうどいい塩加減で美味しいですわ。ふわふわ感もあるし、そして足元のマークがねシャリンガンなんよ。そして本日の大一番、お目当ての博多一行車、バカ並んでる。どういう風に並んでるんかが分からん。整理券とかあるのか。ちょうどいいメニューの量じゃねえか。ちなみにスプーンとかフォークはなく、箸しかありません。みんな箸使えるの？お客さん。ごちそうさまでした。美味しかったけど、なんか賢者タイムスは何の感動もなかったな。とりあえず一言で感想を言うと、食べログの星 4.0 ですね。星 4.0 なんで一応美味しいけど特に感動もなく、これぐらいの規模でこれぐらい人気があったら美味しいかなぐらいの感想です。減点があるとすれば、肉が薄い、1時間半待たされた、タラのサイズ感がちょっとね物足りない、小さいっていう感じ、これも含めて全て
ラーメンあるあるなんかなって感じますね。以上、もう海外でラーメン屋はいいかなっていう個人的な気分。間違ってはいけないのは美味しかったよ。ニンニクがガツンと効いてて美味しかったけど、同じ値段払って何かを食べるんだったら現地の地元のものを食べた方が個人的にはおすすめするかなって感じです。でかいパネルを置くとしたらスターミーとかじゃなくてミュウとかミュウツーとかピカチュウやろう。うわ、ラーメン並んだせいで閉館したブラジル日本移民資料館3年過ぎる。まさかの高島屋。リベルタージから脱出しました。感想なんですけど、完全なる日本人街じゃなくて結構韓国とか中国も入ってますね。もともとはほぼほぼ完全な日本人街だったみたいなんですけど、後継者不足の問題とかで空きが出たところに韓国とか中国の資本が入って日本人街からちょっとねアジア人街に若干ねシフトチェンジしたみたいな感じの歴史があるらしい。なかなか靴がたくさん吊るされてある場所だ。こちらに関してはサンパウロを代表する修道院ですね。中には入れそうにないので綺麗な外観を見ておしまい。サンパウロの中でもねかなりでかい市場、メルカードムニシパル突入。なんかねこれがね有名らしい。モルタデーラでサンドイッチやったかな。なんかこれサンドイッチでモルタデーラ。とにかくすげえ華やかなんやけど、なんかもう市場のあの地元感が全くない。とにかく華やか。なんか安室奈美恵みたいな感じの小顔の黒ギャル。まあ魚とかフルーツとか野菜とかいろんなねワインとかねサラミソーセージとか幅広くいろんなものがやっぱ売ってますね。あ、見てこれ、おいちちょー、おいちちょー。嘘やろ。なんかアイスクリーム一つ27。ウルグアイより高くね。プエルトリコ並みのなんか物価ないけどこれ。いやーどっちかというとなんか陽キャラ向けのメルカドですね。ってことでね、なんか一人でビール飲むっていう感じではないな、雰囲気的に。本情報入手済み。この建物の中で上の階に行ったらね、結構この街を一望できる場所にたどり着くことができる。まさかのチケット代がいるみたいです。ってことで回れ左、猫ちゃんに挨拶して帰りましょう。ありがとうございました。3日間こんな感じで歩き回ればビッグシティサンパウロをこれぐらい楽しむことができます。はい、どうぞご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。なかなか楽しめましたね。これがサンパウロ。まあね、危ない言われてるけど実際日系人ねたくさんいるんで、そんなね日本人目立たんすよ。明らかになんか旅行してますみたいな格好してたらまあ狙われる可能性もあるんですけど、日系人ねたくさんいるんでそんなターゲットにはされんかなっていう感じだから、なんかそんな攻撃的な視線を感じたりとかそういうのは全然なかったです。あとちょっとね残念だったんが、自分ねサッカーまあだけじゃなくバレーボール好きなんですよ。でバレーボール言ったらブラジルって結構ね男子も女子も世界ランキングトップ5に入るぐらいレベル高くて、そのねバレーボールの T シャツとか練習着とかユニフォームとかそういうのをちょっとね手に入れたいなって思ってたんですけど、ずっとね歩いてる時に探してたんですよ、古着屋さんとかで。古着屋さんとか結構バレーのシャツとかもたまに安く売ってあるんで、まあでも一回もいなかったですね。意外にもうサッカーばっかりでしたわ。街中歩き回ったけど T シャツとか、それが残念だったのと、あともう一つがアニメの話になるんですけど、アニメ何が好きって聞かれたら自分いつも金色のガッシュベルって答えるんですよ。マジであれ面白くて、で金色のガッシュベルの作者のライク誠さんが金色のガッシュベルはブラジルで大人気ですって一時言ってて、マジでって思って、それも理由でちょっとねブラジルのサンパウロね行ってみたいなとはずっと思ってたんですけど、一回も見ませんでした。ブラジル全土でガッシュベル一回も見んかったよ。いやちょっと一回ぐらいは目にするかなって思ってたんですけどね。でとりあえずねまあね動画作成ね頑張ってるんで、マジでチャンネル登録してない方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。高評価もちょっとねポチッとね押してもらえたらと思います。そんな感じです。ちょっとね最後に聞きたいんですけど、ブラジル
新日言われてます。ブラジルをね、新日って言ってるなんかブロガーの人とか YouTuber の方、ちょっとね教えてくれ。全然ブラジルでモテんぞ日本人。てか日系人こんだけおるってことは、まずブラジルの人って日本人の顔に慣れてると思うんですよ。どこにブラジルにねその親日の要素があるん、教えてくれ。コメント欄でよろしくお願いします。日本万歳、万歳、万歳。次回ともそやチャンネル。誰もが一度は聞いたことがあるカーニバルでおなじみの、これまたブラジルの大観光都市リオデジャネイロ。セントロ中心部を1日でどれだけ回れるのか、危険な雰囲気、グルメ、街や宿の雰囲気を細かく紹介するトモソーヤのトモデジャネイロ旅始まり。